最近本田選手が南京大虐殺を肯定するような投稿をして炎上していましたが、ひろゆきさんどう思いますか？個人的には当時数万人の日本兵に対して補給物資の現地調達が命令された状況だったので、大規模な略殺害は起こりうる話なのではないかという気がします。いや、これだからね、想像の話になっちゃうんですよ。どっちが正しいという完全な証拠を出すことは不可能です。ある程度の文献は残ってるんですけど、ある程度の文献というのも、その人が見えた範囲というのを説明してるだけなんですよ。今のところ僕が知る限り何人いたかっていう話で、した人数でいくと南京の人口というのは一応その南京大虐殺が行われる前にこの南京という都市にはこれぐらい人数が住んでますよって言っている人数と、中国政府が今言っている南京大虐殺と言われている人数は明らかに人口より多いんですよ。これちょっと数字忘れたんですけど、だから人口以上には不可能だよねという意味でいくと、中国政府が言っている人数自体が正しいかというとそうでもないよねと。で、ただ戦争が起こってる時にトラブルになって靴とか、じゃあここを抑えなきゃいけないか靴とか当然あります。例えばじゃあその地域を占領するっていう時に政府とか役所とかも抑えなきゃいけないし、食料庫も抑えなきゃいけないと。食料庫を抑えようとした時に、そこの食料庫で働いている会社の人というのが、俺たちの会社の米とかを抑えるなんていかがなものかみたいなので、銃撃戦を日本兵とやったとしたら、多分虐殺されています。食料庫を抑えるというのが日本軍としては当然だと思ってるし、でも民間人である中国の食料庫の人たちは自分たちのその食料を守るのは当然だと思ってて、で、そこでされた人もいるでしょうと。なので南京において人が死んだ事実だと思うんですよ。で、ただ、ここで死んだ人数がどれぐらいなのかっていう話と、じゃあ実際にそれが正当性があったのかっていう話って答えがないんですよ。食料庫を抑えるというのは軍隊として当然だよねという軍隊の論理を日本は言うんですよ。でもその自分たちの会社の食料やこれが取られたら自分の家族も飯食えなくなるよっていうので戦おうとした中国の人たち。で、それで殺されました。それ民間人を殺してるよねっていうのももちろんそれは論理としてあるんですよ。なので、どちらが正しいかとか、どちらの論理が正当であるかというのは多分答えは出ないんですよね。全部自作自演なんだっていう人もいるんですけど、僕は自作自演だけではないと思うんですよ。で、これがじゃあ、正当性でいくと、そもそも戦争が起きていて、兵隊が食料を確保するのは当然なんですよ。食料を確保しなかったら、レジスタンスがどんどん増えちゃうから。兵器だったり食料だったりというのを軍隊が抑えなかった場合に、レジスタンスがその食料と兵器を抑えて、結果として日本兵に攻撃をしてくる場合があるので、戦地として占領した場合に、食料と兵器と軍事施設を抑えるは当然なんですよ。で、それを守っているのが民間人がいる場合も当然ありますと。で、そこに犠牲者が出るも当然なんですよ。なので、それが正当防衛なのか虐殺なのかっていうのは立場によっちゃうんですよ。で、お互い正しいと思ってる。僕はこれ答えはないと思ってるんですよね。タイムマシーンが発明されて、一件一件調べて、これはこういう事実です。だからこうですよね。とかっていうのが言えるんだったらいいけど、もうタイムマシーンもなくて記録もない以上答えを出すのできないんですよ。ツイッターとかでもあったんだけど、私の中国のおじいちゃんが虐殺を見たって言ってると。おじいちゃんが嘘をついてるって言うんですかみたいな話があるんですけども、こういうことなんですよ。おじいちゃんが見た視点で言うと、確かにそれは虐殺だったと。倉庫を守ってる中国人が虐殺されました。これはおじいちゃんから見た視点正しいよ。ただ、その倉庫を抑えるというのは、戦争という行為においては、当然想定される行為ですよ。だって食料庫とか兵器を抑えなかったら日本兵死んじゃうじゃん。だからこれどっちが正しいかじゃなくて、その視点で見たらそう見えるけど、これは上から見たら全然違う話だよねって話で、多分答えは出ないんですよね。どちらが正しいかという結論は出せないというところで、お互いに諦めるしかないんですよ。韓国とか日本とかでも戦後の問題で揉めてますけど、答え出すの不可能なんですよ。どっちかが100悪いとか、どっちかが100正しいとかってなるんだったら、それはスッキリするけど、なることはないんですよ。
真実をもう判明することは不可能だし、そもそもお互い立場っていうものがあるから、だから昔は悪かったよね。お互いに悪いことがあったよね。過去に対してはとりあえず言わないことにして、じゃあ現時点どうやってお互いに幸せになるように物事を進めていきますかという話にしなければいけないよねっていうことだと思うんですけど、これとね、全く同じ話を僕、うちの夫婦でやるんですよ。うちの彼女が昔こういうことしたよねとか、じゃあ僕がこういうことしたよねとかっていう過去の話を持ち出したらキリがないんですよ。じゃあこれで傷ついたとかって言い出したら、傷ついた方が得なんですよ。足を踏まれた。お互いに足を踏んだとするじゃないですか。僕が彼女の足を踏みました。で、彼女が僕の足を踏みました。僕別に他人に足を踏まれても何も感じないんですよ。彼女にとってはめちゃくちゃ痛いと。足踏まれたから痛い、傷ついた。だから賠償しろって言われると。僕は別になんか足踏まれるぐらいよくあるよね。気にしないってなると、傷ついたって言った方がメリットが多くなるので、いかに傷ついたかというのを主張する合戦になっちゃうんですよ。昔の戦争の話もそうで、こんなことされた。こんなひどいことされた。こんなことがあった。って言ったもん勝ちだよね。でも本来であれば、お互いの関係性を良くするんだったら、お互いに我慢した方がいいよねという話になるんですよ。なので、もう過去は過去で、とりあえず置いときましょうと。これどっちが悪いは答え出ませんと。ここで揉め続けて、どっちが悪いって永遠に言い続けてるより、じゃあお互いにどうやったら楽しく暮らせるかという会話をした方がいいですよねっていうので、過去のことを完全に水に流すことはできないけど、でも過去のことでお互いに責め合うのはやめましょう。なので、じゃあ中国と日本はどうやってお互い手をつないで経済的に発展していくかとか、お互いに美味しいご飯食えるようになるかとか、じゃあ お前は T シャツ作れよと。俺はコンピューター作るよみたいなので分業して、安く T シャツが買えて、安くコンピューターが買えて、安くトヨタの車が中国の辺も買えるからいいよねっていう形で、お互い経済発展できるようにした方がいいよね。ローソンいっぱいやった方が中国の辺得でしょみたいな。で、逆にじゃあ中国からいっぱい買えるから100円ショップがあるから日本の人も得だよねみたいな形で、お互いにどうやって手を組むかという話をしなければならないという話で、過去どっちが正しいとかどっちが嘘ついてるみたいな話をすること自体が僕は無意味なんじゃないかなというふうに思う派閥です。はい。証拠を出せとか、どっちが正しいというのは、もう永遠に答え出ないことはもう判明してると思うんですよね。いやでもね、これをね、政治の人たちっていうのが、これをうまく利用して、政治的なポジションを取るっていうのをやっちゃったりするので、まあ人類はそういう意味でいくとなかなか進歩はしないなと思うんですけども、はい。著名な有機者のコメントとすごい匿名コメントはどちらに説得を感じますか？例えば経済とか。誰がではなく僕仕組みの方を考えるので、匿名でも、確かにこの仕組みは正しいなと思うと信じちゃうというタイプなので、2チャンネル管理者っぽい感じですね。万博でコスプレされていた当該レイヤーが今度はバーベキューをしていただけで炎上しました。飲酒村側はとにかく愛のないコスプレやめろだと公共でのコスプレや済んだなどのまるでスズメ中で、もはやコスプレ界隈大宮駅のホームでのそばっている統一と変わらなくなって、この趣味やめようかと悩み始めました。そもコスプレの参加人口の男女比率が女性延長なのも外が一個に収まらない感じがするがもうダメだ。どうすればいいですかじゃなくて、もうダメだっていう結論になってるかもしれないんですけど、ほっとけばいいんじゃないの？他人がどう言おうと法に触れてないんだったら何の問題もないじゃん。自分たちが幸せならそれでよくない？例えば僕タバコを吸うんですよ。タバコの煙嫌だよねとか、タバコ健康に悪いですよね。おっしゃる通りです。でも別に僕はタバコを好きだと思って吸ってるし、じゃあ近づきたくない人は近づかなきゃいいんじゃないの？喫煙所が臭いです。いやいや、喫煙所って決まってんだから近づかなきゃいいじゃん。わざわざ近づいて臭いですっていう、それあなたの責任じゃないのって思うんですけど、コスプレが嫌いな人もいるのはわかりますと。なんでコスプレ嫌いな人は嫌いな人で騒げばいいんじゃないの？コスプレ好きな人同士で楽しんでればそれでいいんじゃないのっていうので、法律に触れない限り好きにすればいいんじゃないのって思うんですけど、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。